か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて、1週間のお休みをいただきまして、今回は歌会でございます。無事に家に帰ってくることができてですね、私は元気に過ごしております。隔離中はホテルだったので歌の練習ができないっていうことで、本当に久しぶりに日本のカラオケに行ってきたんですよ。韓国ではコインノレバンっていうねカラオケに行ってたんですけれども、実は日本では全然カラオケに行ってなくてですね、去年ゆかさんと1回だけ一緒に日本でカラオケに行ったんですけど、本当にね一人でカラオケに行くっていうのは数年ぶりだったんですよね。というのも、日本のカラオケってあんまり韓国の歌謡曲が入っていないイメージだったんですよ。ちょっと全体的に選曲が古いというかですね、最新の歌謡曲のヒット曲っていうのはないっていうイメージだったんですけれど、数年ぶりに行ってみたらですね、昨今の K-POP 人気のおかげなのか、歌謡曲系も新しい曲がかなり入っててですね、驚きました。で、ソン・シギョンさんのアップンナルっていう辛い僕をっていう曲とかですね、去年の12月、半年ぐらい前に出た曲なので、さすがにこの曲は日本のカラオケにはまだ入ってないだろうと思ってですね、で2月に韓国に行った時にカラオケで歌ってきたんですけど、この曲普通に今日本のカラオケのダムさんですねに入ってて、もう非常に驚きました。もう日本でも最新曲歌えるんだなっていうね、喜びでしたね。結構主要な曲とかヒット曲は日本のカラオケでも増えてきている印象でございました。それでカラオケの部屋に入って1曲目を入れたらですね、いきなりなんか精密採点っていうのが始まったんですよ。おそらく前の人がその採点をやっていて、それが自動的に続いて出てきたっていう感じだと思うんですけれども、精密採点って画面に音程の高さを示すバーみたいなのが出てきて、その高さ通りにちゃんと歌えているとバーがキラキラ光るっていう仕様になってるんですよね。で、これが結構音程正しく歌う練習になるなと思って、ちょっとそのまま続けていたんですが、あれはね、ちゃんと原曲の歌手の方と同じ歌い回しで歌わないと減点されちゃうんですよね。で、普段私が歌のカバーをするときに結構自分に合わせて歌い回しを変えていたりとか、あとそもそも間違えてメロディーを覚えてる時とかもあるんですけれども、ちょっとそのせいでね、なかなか高得点を出すっていうのが難しかったです。で、最高得点はチョソンモさんの不滅の愛でね、こちら95点でしたね。さて、今週は今月のテーマ、結婚式で歌うチュッカとしてですね、ポール・キムさんの너를 만나君と出会いという曲を紹介します。こちら外国語タイトルは英語で Me After You とついている曲です。先々週ですね、韓国のアメソングを紹介した時にポール・キムさんのレインという曲を紹介しましたが、ポール・キムさんにもですね、チュッカにふさわしい代表曲が何曲かあるんですよね。ではまずポール・キムさんの来歴からお話しいたします。ポール・キムさんは1988年生まれの現在35歳でいらっしゃいます。デビューは2014年なんですが、歌手になる前に日本の立命館アジア太平洋大学に通っていたという経歴があります。なので日本に留学っていうか、日本の大学に所属されていたんですね。2014年のデビュー当初はそこまで知名度が高くなかったようなんですが、2017年にユ・ヒヨル先生のスケッチブックにメロマンスと一緒に出演して広く知られるようになりました。そしてその後2018年の SBS ドラマキス먼저할까요、こちらは先にキスからしましょうかっていう意味の題名なんですけれども、
このドラマの OST、모든 날 모든 순간、すべての日すべての瞬間という意味ですね。この曲が大ヒットします。でちなみにこのキス먼저 할까요っていうのは、日本語でのドラマ題名はロマンスは必然に先にキスからしましょうかという題名がついています。なぜかこれね、韓国ドラマが日本に入ってくると日本語の題名の方がなんか長くなる傾向っていうのがありますよね。そのドラマですね。なのでロマンスは必然にっていう名前でご存知の方も多いかもしれません。そしてこの OST の曲모든 날 모든 순간、この曲が本当にロングヒットするんですね。で今でもラジオとかでよく聞きますし、こちらも中華として非常に人気がある曲です。英語ではですね Everyday Every Moment というふうに題名がついていますね。ちなみにヒョンビンさんとソン・イェジンさんの結婚式でポール・キムさんがこの曲を披露したというエピソードがあるんですよ。でヒョンビンさんとソン・イェジンさんの結婚式では3人の歌手の方がチュッカを歌ったんですね。まずグミさん、日本語ではグミさんですね。韓国語ではコミさんと言います。でそれからキム・ボムスさん、そしてポール・キムさん、この3人の方がチュッカを歌ったそうなんですよ。なんとも豪華なお三方ですよね。なんですけど結婚式の前の段階ではポール・キムさんはヒョンビンさんともソン・イェジンさんとも直接の面識はなかったそうなんですね。なんと事務所を通してポール・キムさんにチュッカを歌ってくれないかっていうオファーが来たそうなんですよ。でこれもしかしたらヒョンビンさんかソン・イェジンさんのどっちかがポール・キムさんの大ファンっていう可能性がありますよね。でポール・キムさんはそれまでチュッカっていうのは親しい友人からのオファーしか引き受けてなかったそうなんですけれども、ヒョンビンさんソン・イェジンさんじゃないですか、もう世紀の超ビッグカップルの結婚式ということで、ただ行きたいって思ったそうなんですよね。もう仕事とかじゃなくてもただ見たいみたいな感じで、もうその場に参加できるっていうことが嬉しくて、もうすぐに引き受けたっていうような逸話があるそうでございます。そしてこの Everyday Every Moment の約半年後にリリースされたのが今日カバーする曲너를 만나君と出会いという曲で、この曲でデビュー以来初めて音楽番組で1位を獲得されています。そしてこの너를 만나君と出会いという曲もまさにチュッカという内容なので、ポール・キムさんは2018年に2連続でチュッカを発表してどちらも大ヒットを記録したということなんですね。でこの出来事をきっかけにバラード曲を得意とする歌手としての地位が確立されて、でこの頃再注目されたのが先々週に紹介したレインという曲なんですね。ポール・キムさんは現在もドラマ OST など多数参加されていてですね、まさに今をときめく人気歌手のお一人でございます。以前にもポール・キムさんの歌声は湿度が高いような霧がかかったような独特の温かみがあるという話をしていたんですが、聞いてすぐにポール・キムさんだなと分かるような特徴のある声質をされています。最近の歌手の中ではキーが低めなんですね。最近は日本でも韓国でもやたらと声が高い歌手が多いっていうように思うんですけれども、私は声が低い歌手もとても素敵だと思うので、こういった特徴の方がヒットするのは嬉しいですね。特に모든 날 모든 순간 Everyday Every Moment はですね、そんなに音域も広くなくてみんなに歌いやすい曲だという点も広く愛されている理由の一つだと思います。今回私が너를 만나君と出会いの方を選んだのはですね、この曲がポール・キムさんの作詞作曲だからなんですね。ポール・キムさんはシンガーソングライターとしても非常に才能豊かな方で、多くの自作曲があります。Everyday Every Moment の方はですね、作詞作曲は別の方で、ポール・キムさんは歌唱を担当しているという曲なんですが、この曲を先に聞くとポール・キムさん自身が比較的狭い音域を丁寧に歌うタイプの歌手なのかなという印象を受けると思うんですけれども、ポール・キムさん自身が作曲した自作曲の方はですね、はるかに超絶技巧で音域も広いんですよ。今回カバーする曲너를 만나も
音域がなんと2オクターブ半くらいあります。いや、自分が常にこの曲を歌うっていう前提でよくこのメロディーにしたなと思いますよね。ちょっと喉の調子が悪かったら高いところ出ないんじゃないかなって心配になるぐらい結構ハードなボーカルの曲なんですが、それだけポール・キムさんの歌唱力の実力がね高いということでしょうね。では続いて今日カバーする曲の歌詞を紹介します。この曲は A メロがサビの1オクターブ下げの構成になっているので、出だしの音程は非常に低いんですけれども、このね低い部分の歌詞が私すごく好きなので、ここをまず紹介しますね。内容としてはもうこれからの結婚生活を思い浮かべているような温かい歌詞です。では最初の部分からいきます。너를 만난 그 이후로君と出会ってから사소한 변화들에 행복했죠.些細な変化に幸せを感じるよ。눈이 부시게 빛나는 아침, 마부시く輝く朝, 너를 떠올리며 눈뜨는 하루, 君を思い浮かべながら目を覚ます一日. 식탁 위에 마주 앉아食卓に向かい合って座り, 너의 하루는 어땠는지 묻거나, 君の一日はどうだったと聞いたり, 나의 하루도 속 괜찮았어. 僕の一日もまあ良かったよと 웃으며 대답해주고 싶어. 微笑みながら答えてあげたいという出だしなんですね。本当に優しい光景が浮かぶような歌詞ですよね。日常を分け合いながらこうしてずっと穏やかに二人で暮らしていこうという気持ちが伝わってきます。続いてサビの部分の歌詞を紹介しますね。너를 만나, 君に出会って참 행복했어. とても幸せだった。나 이토록 사랑할 수 있었던 건, 僕がこんなにも愛することができたのは아직 어리고, まだ幼く모자란 내 맘, 足りない僕の心を따뜻한 이해로, 温かい理解で다 안아줘서, 全部抱きしめてくれたからという歌詞なんですね。この따뜻한 이해っていうのが温かい理解とすると直訳なんですけれども、自分のすべてを温かく受け止めてくれたからという意味でしょうね。まさにチュッカにぴったりの内容となっております。では曲を聴いてみてください。ポール・キムさんの너를 만나 Me After You という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っています。曲の構成とメッセージ性がはっきりしているので比較的表現はしやすい曲でしたね。ポール・キムさんの原曲からはプラス6キー上げてるんですけれども、それでも最初は結構低くて、逆にブリッジの部分ではとんでもない高音が出てくるので、全体を安定的に歌うっていうのがかなり難しい曲でしたね。今回はレコーディング中に機材トラブルがあって、なぜか録音ができてないっていうトラブルが相次いだんですよ。で、いつも私は一人で録音をしてるので、歌い終わるまでテイクの確認ができないんですよね。で、それで終わったと思って画面を見たら、あれ？録音できてないっていうことがあって、でこれたまに自分で録音ボタンを押し忘れてるっていうこともあるんですよ。なので私が忘れたのかなと思ってもう一度歌って、あれやっぱり撮れてないなっていうのを繰り返してて、でそれがちょっとパソコン側の録音ソフトの不調だったんですけれども、気づくのにちょっと時間がかかってしまって、でいつもはだいたい2回ぐらい歌って終わるんですけれども、今回は計4回歌うっていうね、ハードモードの録音でございました。で4回目に通しで歌ったのがこの音源なので、ちょっと最後の方はね息も絶え絶えという感じでかなり疲れております。もっとね体力をつけないといけないなと思ったんですけれども、そんな小ネタもあるレコーディングでございました。今日
YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。